すげえラクーンいっぱい。Hikari sucks. Just kidding. So Phil, it's boy Hikari then. さよ、どうも光と。さよです。我々夫婦はお散歩が趣味でしょっちゅうお散歩をしてるんですけど、その時とあるものを見るのを楽しみにお散歩してるんです。それが何かというとグラフィティアートです。トロントってほんとたくさんグラフィティあるよね。しかもそのほとんどが落書きってわけじゃなくてちゃんとアートとして描かれてるのがすごいよね。そしてそんな中でも我々夫婦が大好きなアーティストがいるんですけど、それが今回紹介するエミリー・メイローズです。ということで今回はトロントの街中を巡りながらエミリーの作品をご紹介していきます。さて我々は現在オジントンアビニューにいるんですけど、まず最初にご紹介するのは先ほどから後ろに見えていたこちらの作品です。こちらの作品はエナジードリンクのクルっていうところとチームを組んで描かれた作品です。キャンピングカーとその周りで遊ぶラクーンたちが描かれてます。何匹かエナジードリンク飲んだよね。さあ続きましてウォーレスアベニューとランズダウンアベニューの交差点近くにあるこちらのヘイローブルワリーというお店にやってきました。このお店のすぐ隣に線路が走ってるんですけど、こっちの方に進んでいくとじゃーん、ここにもエミリーのイラストがあるんです。こちらは背景に線路が描かれてるんですけど、その周りにビール瓶だったりウサギやアライグマ、リスやキツネなんかの動物とか自転車が描かれた作品です。そしてこれが僕たちが初めて見たエミリー・メイローズの作品なんです。実は何を隠そう我々昔この辺に住んでたんです。でしょっちゅうこの辺歩いてたんですけど、その度にこの絵を見ていて可愛いなと思ってたんだよね。でこの角のところにエミリー・メイローズって作者の名前が書いてあって、それで自然とエミリーの名前を覚えました。そしたらそれ以降街中でも結構エミリーの絵に出くわすことがあったんだね。しかもどれも可愛いんだよね。そんなわけで我々夫婦はすっかりエミリーのファンになっちゃったんです。ただ今は結構上から落書きされちゃってるね。残念だね。それからエミリーのイラストといえばラクーン、アライグマが特徴的なんですけど、この絵は全体的にラクーン以外も描いてあって、最初俺たちエミリーといえばラクーンっていうイメージはなかったんだよね。なかった。今度はダウンタウンにやってきました。ダウンタウンには結構エミリーの作品が点在しているのでいろいろ見ていこうと思います。ということでまずはユニオンステーションに来てるんですが、最初にご紹介するのはユニオンステーションの前を走るフロントストリートウエストとユニバーシティアベニューの交差点のところにあるこちらの作品です。こちらの作品にも線路が描かれていて、その周りに乗り物だったり動物、人のイラストが描かれています。俺さ、今回エミリーのインスタいろいろと遡ってみたんだけど、この作品は結構古いみたいで、今から10年前の2015年に描かれたものなんだって。そんなに前のものなんだね。見て見て。あ、いるよ。本当だ本当だ。今とちょっとタッチ違うね。本当だね。先ほどの作品のすぐ近くにあるユニオンホテルというところにやってきたんですが、実はここにもエミリーの作品があることを俺たちも知らなくて、今回初めて見に来ました。でその作品がこの辺にあるはずなんだけど、あったよ。あれか。うわすげえ、超いっぱいラクーンいる。ただちょっと遠いな。もうちょっと近くで見れないかな。ちょっと待ってよ。
今フロントで話をしたら特別にパティオに入れてくれました。すげえ。ホテルの壁一面にエミリーの絵が描かれてます。すごい可愛いね。敷地内だからさ、こんな綺麗な状態でエミリーの跡が見れるの珍しくない？そうだね。すごい近くで作品見れて嬉しい。ちょっと見て見て。すごいエミリーの。T シャツもあんのけ。もうちゃんとここにはトロントって書いてあるし、スプレー缶にはここユニオンホテルのイニシャル UH って書かれてる。限定 T シャツかわいい。これすっごいかわいい。先ほどのユニオンホテルから600メートルほど歩きまして、リッチモンドストリートウエスト沿いにあるショップシーズというレストランの前にやってきております。そしてここにあるのがこちらの作品です。ここの作品はとにかくギネスが目立つね。きっとこのレストランがギネスと何かしら関係があるんだろうね。こちらにはいつもの落書きをしているラクーンとか、はしごによじ登っているラクーンがいます。こっちには何やら水やりをしているラクーンがいます。先ほどのリッチモンドストリートを少し西に進んでからダンカンストリートをちょっとだけ北上したところにあるこちらの裏路地にやってまいりました。こちらの裏路地にあるのがこの作品です。ここの落書きはあそこにも書いてあるようにバイクストレージってことで自転車止めるとこなんだよね。あ、そうなんだ。でエミリーのインスタ見てみたらこの扉の奥にもアートいっぱい描かれてるみたい。見てみたいね。たださすがにロックがかかっちゃってるので、この中の作品を鑑賞できるのはここに自転車を止めてる人だけの特権です。ここもまたラクーンたちが落書きしてるね。このイラストは上のとこにライトが描かれていて、ライトの光にこうラクーンが照らされてる感じも表現されてて可愛いね。ねえねえ、今回ラクーンちょっとタッチ違うよ。そう？なんか俺にはいつも通りにも見えるけど。本当？ほら、尻尾のとことかちょっと途切れ途切れになってたり、ラクーンの爪書いてある。ああ、確かにそう言われてみるとエミリーの絵って基本的にはこう線がちゃんとずっとつながってるんだけど、尻尾のところよく見てみるとこういうとことかこういうとことか線が途切れてるね。だからなんかこう毛の感じがちゃんと出てる気がするね。確かに他のラクーンも爪が描かれてることはなかったけど、この子は描かれてる。さあまたリッチモンドストリートウエストに戻ってきて、ちょっとだけ東に進んだところにやってきたんですが、こちらにあるのがこの作品です。こちらは車道とバイクレーンの間を隔てるガードレールに描かれた作品です。めっちゃ燃えてるね。ねえ。そしてこのロケーションからはトロントのランドマーク CN タワーも見ることができます。ところで今回俺が着てきたこのフーディー、古着屋さんで見つけたんだけど、2024年の NHL オールスターウィーケンドの際にエミリーがアシックスとタッグを組んで制作されて、どうやら関係者のみに配られたアイテムっぽいんだよね。そうなんだ。レアものをゲットしちゃいました。さらにサヨのトートバッグ見てください。ロスト&ファウンドっていうショップでエミリーのポップアップがあって、本人に直接書いてもらったの。これは一生もんだね。次に僕たちがやってきたのはこちらのスタックトマーケットというショッピングエリアです。そしてエミリーの作品がこちらです。こちらの作品はスタックトマーケットにあるということでコンテナに書かれてます。っていうかこの子柵の上歩いてる風に書かれてるのかな。そうみたいだね。あの子もじゃない？
あ、本当だ、この子もだ。かわいい。さあさあ、こっちも来て。おお。あー、かわいい。ここにもいる。続きましてトロントの東側エリアまでやってきちゃいました。今僕たちがいるのがブロードウェイアベニューとクイーンストリートイーストの交差点付近です。その交差点からブロードウェイアベニューをちょっとだけ北に上がったところにあるこちらの裏路地に次の作品があります。その作品がこちらです。この作品はさ、他のエミリーの作品に比べてより具体的に背景が描かれている気がする。そうだね。あ、ここになんか書いてある。なるほど。今僕たちがいるこのエリアがリバーサイドっていうところなんですけど、その名のごとく近くにドンリバーっていう川が流れてるんですね。で、さらにちょっと南に行けばレイクオンタリオもあるということで、このエリア水とゆかりがあるそうです。だからこの作品も水がテーマになってるってことだね。そういうことか。先ほどの場所から900メートルほど歩きまして、今度はリバーストリートとシャッターストリートの交差点にやってまいりました。そしてここにある作品がこちらです。これはもう建物全体に描かれててスケールでかいね。ねえ。すごいね。ねえ。ちょっとじっくり見ていきましょう。まず左端の作品には窓が描かれていて、それぞれの窓からラクーンたちが顔を覗かせてます。見て見て。あ、We are aware of raccoons って書いてある。本当だ。これいいね。エミリーの作品でさ、ちょいちょい瓶だかスプレーだか持ってるラクーンいるよね。うんうん。あれ飲み物なのかな、それとも落書き用のスプレーなのかな。スプレーなんじゃない？だってさ、ここに落書きあんじゃん。あ、本当だ。あ、じゃあそういうことか。書いて休憩してるんだよ。なるほどね。こっちもだよ。え？あ、本当だ。この子が肩車をしていて、この子がスプレーを持っていて、こちらに落書きしちゃったんだ。うんうん。こちらの作品はこの3人の共作なのかな。ここにもまたはしごを登ってるラクーンがいます。こっちのラクーンはスケボーしてんじゃん。この子はショッピングしてんのかな。コーヒー持ってたり野球をしようとしてる子もいるね。こっちにもあるよ。うわ、本当だ。この子お花持っててかわいい。うん。続いてはですね、一番最初にご紹介したキャンピングカーの周りで遊ぶラクーンのウォールアートがあったオジントンアベニューをちょっとだけ北上してダンダスストリートウエストとの交差点のところにあるこちらの作品です。これ全体が建物っぽくなってるんだ。ねえねえ、裏にもあるよ。え？うわ、本当だ。この下のところにはラクーンがエミリーのサイン書いてる。またオジントンアベニューをちょっとだけ北上してからカレッジストリートを西に進んで、今度はドーバーコートロードというところの交差点にやってまいりました。そしてここにある作品がこちらです。これも全体が建物っていう感じで描かれてるね。多分これベルボックスだと思うんだけど、それ活かしてていいね。かわいい。下の子はゴミ箱の中入ってる。こっちはピザ食べてるよ。こっちはピザのボックス持ってる。あ、本当だ。ピザ好きなラクーンたちなんだね。ちゃんとやっぱり後ろも書かれてる。あ、しかも下にはエミリー・メイローズってサイン書かれてる。
さあまたしても我々が大好きなエリアロンシーにやってきております。で今ロンセスバーレスアベニューを南に向かって進んできたんですが、ここにあるハワードパークアベニューとの交差点を右折して西に進みます。そしたらすぐにこちらのコーヒー&オールザットジャズというカフェが見えてきます。でこのカフェをぐるっと回ると、こちらにもエミリーのイラストがあります。こちらはカフェの壁ってこともあってか、コーヒーを飲んでるラクーンたちがいます。左上には楽器を演奏しているラクーンたちもいるね。ジャズ演奏してるんじゃない？見て、真ん中には犬がいるよ。本当だ。エミリーの絵で犬がいるのって珍しくない？確かに。せっかくだから、この犬がお店となんか関係あるのか聞いてみようよ。聞いてみようか。聞いてきた？なんか意味あったの？オーナーさんが以前飼ってたワンちゃんなんだって。そうなんだ。じゃあちゃんと意味もあって、特別な一つなんだね。しかも名前がシチューシーっていうんだって。ストリートブランドのステューシーと一緒ってこと？かっこいい。お次ましては先ほどのカフェからハワードパークアベニューを東側に戻ってきたところの裏路地にあるイラストチェックしたいと思います。それがこちら。かわいい。いつもとほんと違くて、グラフィティ帳にエミリーの名前書いてある。本当だ。これもまたかっこいいね。そしてなんとこちらの通りですね、エミリーの絵がこれだけじゃなくて隣にもさらに2つあるんです。本当だ。かわいい。正直さ、写真とか映像を撮ってる時ってゴミ箱写したくないんだよね。ただこればっかりはゴミ箱あった方が逆に映えてるっていうのも、ラクーンってこっちでは別名トラッシュパンダとも言われてるんですよ。よくゴミ漁ってるもんね。俺たちも実際漁ってるとこ何回も目撃したよね。なんかだからこれ絵と造形物の立体作品になってるみたいでいいね。そしてその隣にあるのはステイホームって書かれていて、おそらくねコロナ期間中に描かれたものなんだよね。これはラクーンこそ描かれてないけど、やっぱりエミリーらしいタッチで、これもこれで可愛いね。すごい可愛いね。そしてこのロンシーにはですね、エミリーがいつも展示をやっているこちらのノーザンコンテンポラリーっていうギャラリーもあるので、ちょっと入ってみようと思います。大変です。なんとエミリーさん本人に会っちゃいました。Hi, Emily. Hi. Actually, this is nice to see you again because we have met you before. But how are you doing today? I'm good. I'm happy you guys came by. Can you tell us a little bit about yourself? I'm an artist based in Toronto. I mostly do murals, and most people know me for my raccoon characters. Awesome. And why do you always draw raccoons? Raccoons? Yeah. I just think that raccoons are funny. I think they're a silly character to work with. They're very Toronto, and the stuff I do is really like Toronto inspired. Right. And I don't know, it's kind of like a joke at the beginning, and it went too far, and now it's my whole career. Awesome. Yeah. Thank you. 今回はトロント出身のアーティストエミリー・メイローズのイラストをトロントの街中を巡りながらいろいろとご紹介しました。最後にはまさかのエミリー本人に直接会えちゃって、ファンとしてはめちゃくちゃ嬉しかったです。私はもともとトロントのグラフィティアートを見るのが好きなんですけど、エミリーのアートは特に好きなので、ぜひ皆さんも見つけてみてください。本当にトロントにはエミリーのイラストいっぱいあって、俺たちもまだまだ知らないのいっぱいあると思うので、ぜひ見つけたって人はコメント欄で教えてください。それではまたお会いしましょう。You have a good one. Peace out.